全部 iPad で作ってきました。今の画面ちょっと衝撃ですね。ちょっとそれ知らん、聞いてない。聞いてない。コピペみたいなやつ。コピペ？初心者ですか？遅くない？ちょっと。いやでもね。はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はコラボ企画ということで、アミティ先生ですね。あんまりコラボというものをしたことないんですけれども、今日は初コラボ、YouTube4 年やって初コラボということでこんにちは、はい、来てくださいました平岡です。平岡さんですいやもう念願のコラボですね。いやついにですね。ついにです、ついにずっと iPadYouTuber として、アミティ先生と平岡くんずっとやってきたんですけど、いつコラボするのってファンの人にも言われまくって仲悪いんかってそんなやってんのにコラボしてんってことは仲悪いんかって言われてました。いろいろあったんですよ、はい、そういろいろあってね。だけど今回やっとコラボできるということで、平岡くんにiPadMate の寺子屋にですね、わざわざ来てもらってコラボを、撮りたいと思います。平岡くんの動画もですね、もう1本撮ったので、それもよかったら見てください。今日はですね、iPad でこんなこともできるのって、あんなことこんなこと、それも iPad でやっちゃうのっていうのをですね、お互いが得意分野を披露するっていうのをやりたいと思います。いいっすね。バチバチでいきましょう。バチバチで、俺の方が使ってる。いや私の方が多分使ってる。勝負しようぜ。はい、ということでですね、早速やっていきたいと思います。はい、ちなみに使ってる iPad は何の何ですか？私はこちらは 12.9 インチ iPad Pro の最新の M2 チップの入ったやつです。11インチの M2 チップ入った一番新しいやつです。じゃあ両方ともね、フラッグシップのサイド違いということで、本当ですね、私は結構クリエイティブというかイラストとかデザイン系なんですけど、平岡くんは何をよく使ってますか？ iPad で。僕も iPad でやってることは一番やっぱ多いのは動画っすね。あ、そう動画作ってます iPad で。そっか、意外とクリエイティブやってますなんでそんなんどうやんの？いやなんか私はクリエイティブですけどみたいな感じでされたら、そっか、俺もやってんぞって。動画本気で動画全部作ってるんですか iPad で？いや本当に嘘、いや嘘ついたら大炎上よ、ここだけで嘘なし本当に全部よ。すごい。今はディスプレイ使えるけど、昔はディスプレイ使えなかったから、もう iPad 本体でやってたんだ。こうやって、そうだから今600本ぐらい700本ぐらいかな動画あるけど、全部 iPad で作ってきました。マジ？すごいね。てか遅くない？ちょっと。いやでもね、あんま感じたことないけどな。そうなんだ、やっぱ私はもうMac 派なんですけど、プレミアなんですけど、早いから、どうしてもこう iPad に行きたいんですけど、最近もファイナルカットとかさ出たけど、どうしてもやっぱ行けなくて。1本作るのにどれぐらいかかります？ 1本作るのに手元だけのやつやったら1時間ぐらいで撮って、2、3時間編集かな、2時間編集ぐらいかな。自分の撮る時はめっちゃ時間かかる。自撮りのやつは。そっか。基本自分撮りなんで、それでまあ30分40分ぐらい撮って3時間まではできるかな。すごい。いやでもそんなもんよ。そんなもん。すごい。ルマフュージョン。ガンガン。いやすごい。しかもこれとか、これもう学校の取材で3カメぐらい入れてこうインタビューパートもあって、もうねめちゃめちゃこれ大変。やば。そう2時間分ぐらいの動画を編集して、しかもこれねフルテロップなんだよね本来。これとかは学校取材の動画でもこことかフルテロップ全部これ iPad でやってます。へえ、これ入力？でもこれだけは別のアプリ使ってて、キャップカット使ってます。キャップカットでやるの？そう、キャップカットの自動テキストってあって、ここら辺は全部 iPad ですね。キャップカットで自動字幕をつけてからルマに読み込むってことですか？いやもうルマフュージョンで全部編集を終わらせて、最後にキャップカットに入れてフルテロップにします。そういうことなんだ。ちょっと今の画面ちょっと衝撃です。そう、これすごい。キャップカット持ってった時に、ちょっとやっぱ戻りたいとかないんですか？それは確かにあるかも。だから全部終わらせてから、もう本当に最後字幕だけってなってキャップカットに持っていくみたいな。だから唯一ね、その自動テロップ機能が欲しいかな。そこ以外は本当に不満ないっすよ。確かに。ショート動画とかももう最近これ作ってるし。ショートもこれなんだ。そう、ショートもこうルマフュージョンに作ってますね。あとはこういう僕がよくやるこのね、画面と自分とみたいな。
これなんかずれたりしないの？なんかこうキュッてってうわってならない？いやいやずれたら1個戻せばいいじゃん。そうなんだけどさ、初心者ですか？けどさ、言っててウィーってなってなんかもう一回なんかイライラしないのかな。いや全然もう全然こんな感じガンガンやってますよ。うわ。ほら。いやこれがさたまにこっちピュっていったりするじゃん。ああまあでも普通にあったらまあ1個戻ればいいし。はあ。いや全然すごい。いけますよ。これ全然いけます。はい。なんか私結構テンポ早めの編集をしたりするんですね。なるほどなるほど。だからこの1個のこれタイムのクリップがめっちゃちっちゃくなるんですよ。効果音とかが。そうってなるとここなんかすごいつかみにくいかなって思ったんですけど、でも結構細かいですけど、まあ私アップしてこうやったりとかかな。でもちゃんと効果音とかもそう効果音とか全部入れますよ。いやこれこそ本当にめっちゃ言われるんですよ。iPad なんかで動画編集やらずに、PC 使えよって言われるんですけど、もう堅くなにこれですもんね。いや俺本当にこれめっちゃ口悪いですけど1個言いたいんですよ。それ言う人、俺より動画を作ってから言ってほしい。やってるもんって思って、なんで PC にさせたがるかみんなよくわかんないですね。やっぱだから iPad で作ったことがないから、その固定観念があると思う。無理だと思ってるもんね。私も思ってたもん。でも多分アミティ先生とか僕はそれをどんどんみんなのねその固定観念を潰していくというか広げていくべきだと思ってるんで。じゃあアミティ先生、はい私の番です。結構そのフォトショーとかイラレとかってそれも結構もう今はアフィニティデザイナーとかを使うと結構できるんですけど、画面録画してなかった？僕はしますよ、もちろん。ここからですよ。フォトショーの代わりになるアプリですね。アフィニティデザイナー。アフィニティデザイナー使ってますか？僕はフォトショーの代わりにアフィニティフォトを使ってます。使ってるね。まあこういう感じで切り抜きしたものを載せたりとか、この人がね今度マラソンするんだって、で1000キロ走るらしいんですけど、それのなんかかっこいいバナーを作るっていうので iPad で作ろうってなって、かっこいい。でもそうiPad でバナーとかを作るめっちゃいいところは、フォトショーだとマウスでしょ。そうですね。そうマウスだから直感的にできないですもんね。そう直感的にできないの。このアフィニティはブラシもたくさんあって、こうちょっとしたねの入れるんですよ。アクセントというかアクセントを入れるの。へえ、なるほどなるほど。あとはマスクとかも着れるんだけど、こう消せる。なるほどなるほど。そう消せるから、フォトショーだったらこうポチポチポチってやって選択範囲を作ったりとかしなきゃいけないんですけど、アフィニティやったらちょっとなんかはみ出しちゃったりしたら、ここで全部消せるっていう感じですね。僕もアフィニティフォトで YouTube のサムネ作ってるんですけど、確かにその切り抜きは Apple Pencil とかでできるのがすごいいいなと思ってて、こういうちょっとこう後ろに背景に回り込んでるやつとかは Apple Pencil で僕のこのねここだけこう切って上からかぶせたりとかそんなことやってるんだ。そうこっちもねここだけ切って上からかぶせたりするとちょっと立体的なサムネ作れたりとか。後ろを切らないんだ。そう後ろ切らない。手を切るの。面白い。これも確かに昔 iPad 使う前は、フォトショーとか使って、あとGIMP とか使って、GIMP ってフリーソフトが昔あって、そういうのでやっぱこうちょこちょこやったけど、Apple Pencil だと直感的にこうね縁なぞっていくだけで一部切り抜きができるから、これは確かにねアミティ先生の言うことに賛成です。やったこうなんですけど、ちょっとスマホちっちゃかったんですよね。そういうことね。だからここだけ大きくして手を大きくしたりとか。すごい。そういう地味な使ってます。こういう感じで。最近 iPad でもイラストレーター、フォトショップ使えるようになったじゃないですか。そっち使わないですか？イラストレーターはあんまり今は使ってないかな。なるほどな。そう。あとキャンバがめっちゃ今来てるじゃないですか。で大体キャンバでなんかそういうベクターのスタンプとかなんかいろいろあって。キャンバでやるんですね。そうキャンバ恐ろしい。キャンバは進化やばいっすよね。キャンバやばい、ほんまに。夏フェスバナーを作りました。これとかもここの素材ですよ。素材からこういうの。本当だ、もう素材である。そう素材であるからこういうのでペチペチペチってペチペチってやるとできるんです。でこの後ろのペンギンに関しては AI で作りました。まあでもそうだよな。そういう時代っすよね。そういう時代。そ
そうだ、そう平中くんのチャンネルで自分は絵が描けないとか言ってたじゃないですか。AI 使えばいいんですよ。いや本当だからイラストレーター、フォトショップももちろんプロは使ってると思うんですよね今もね。ただ僕の会社で働いてるインターンの子とかもみんな画像作る時もキャンバ使ってるんですよ。そうか。だから背景切り抜きとかも自動でできるんですよこれ。そう一発でやってくれるんですよ、めちゃめちゃうまく。本当に。だから確かに技術を覚えるのは大事だと思うんですけど、ただどんどん自動化していくところにもあると思ってて、今みんなオートマの車じゃないですか。今ミッションするとあんまりいないと一緒だと思うんですよね。フォトショップとかってミッションみたいな感じで細かくできると思うけど、これテキストトゥイメージっていうのがあるんですけど、なんか面白い言葉を作ってください。例えばお茶飲んでるハリネズミとか、なんか絶対にありえない。なるほど。じゃあ、三足歩行の猫。ちょっとなんでそういう三足歩行の猫。うわ、で猫だね。三足歩行でどういうイメージしてた？いや3つ足がついてるちょっと化け物猫的な。平岡くんの多分脳内が分からへん。私も分からへん。こうっすよ。なるほど。これをイメージ。そう、これ出してほしかった。むずい。AI がついていけてない。すごいんですよ皆さん。そうですね。僕のちょっとお題が悪かった。すみません。はい。このいられとかでやってたやつも全部今キャンバに。なるほどね。キャンバはテンプレートが豊富だからテンプレートをいじるだけで作れるっていう。その発想の部分ももう持ってっちゃってるというか。そうですね。クリエイターとしてはなんかそれ使っちゃうの嫌なとこはありますよね。わかる。わかります？まあ一応それでやってるからね。そう。職業としてどんな絵が最適なのかを考えるのがそういうところが大事なんじゃないかっていうところを iPad は教えてくれる。頑張って無理に結びつけない。なんかこと言おうとしてるよ。次お願いします。ですね、僕去年かな一昨年の年末かな本出させていただいたんですが、はかどる iPad。はい。ちょっとやめなさい。私も出してるで。本出した時に一緒にイベントしませんかって言ったらめっちゃ断られて、あの時本当に忙しかった。ごめんなさい。その時に一回断られて、アミティ先生なんか連絡したら迷惑なのかなって思ってしまった。あの時忙しかったね。そう忙しかった。でもそのはかどる iPad。はかどる iPad の原稿を全部 iPad で書きました。いやそれがちょっと聞いた時ってなったんですけど。これアミティ先生も使ってるこのクラフトでこことか全部本の原稿なんですけど、まあでも最初の原稿なんでレイアウトとかは別に関係なくもうバーッと文章を書く、でこういうの書いたりとか、もっとねリッチなページもありましたよ。こういう iPad の暗記ノート代わりに使って勉強するみたいな、これをバーッと僕が文章に書いて、この URL を出版社に共有しますと。で出版社が後から印刷用の DTP はこの後の工程なんですけど、一旦この内容どうかとか情報として書く不足がないかとかを書き込んでいって、であっちからもコメントもらって、こういうテキストが見れますねみたいなとか全部原稿を作って、ページごとに全部原稿書いて、で結構写真と文章をいい感じに貼れるんですよね。そう綺麗になってくれますよね。だからいろいろ試したんですけど、文章を書くときにこれがやっぱ一番ちょっとリッチな文章。写真画像とか入れる文章はクラフトがいいのかなと思って、クラフトだけで執筆しました。上がってきたやつはこうやって書面 PDF に対して字を入れて、すごい似てる。ちょっと私もこういう感じで赤入れして、そうこういう感じよね。こんな感じ。レイアウトいまいちって厳しい。いや大変でした。本はやばかったね。本やばいよね。本バリ大変やった。本死ぬよね。本死ぬ。いや他のこと何もできなくなる。先生は3冊ですか？4冊。やばいわ。4冊俺も1冊書いて一生書かんと思った。なんでよ。しんどすぎた。そうなんや。大変すぎた。いや大変よね。そうめっちゃ大変なんで、スクショをまず1から全部。この本って iPad の本とかってスクショを準備しなきゃいけないのが大変だよね。そうめっちゃ大変やから。でも私はもう動画を撮って文字起こし派でした。動画を撮って文字起こし派？こういうチュートリアルをするとして、
画面録画に今もしてますけど、喋りながらチュートリアルをもう一回一からやるんですよ。ああ、動画撮ってる感覚で。そうで撮ってこれをスクショしてくれる係がいて、文字を起こしてくれる係の人がいて、あ、それいいな。そうスクショバババッと撮って、私の声をその誰かが文字起こししてくれてるって感じ。じゃあ YouTube 撮ったら勝手に本になってましたみたいなそういう感覚か。でも最初はこんな感じでしてたけど、もう無理だってなって、そっちのやり方に変えたらなんかうまくいったかな。それ確かにいいな。それでもう一個本作ってください。いや次出すとしたらやっぱアミティ先生と共著とかそういうのがいいですね。ああ、そういうことね。もう自分の方もいいですはい、お願いします。3D アプリいきます。出た。さっき平岡くんの動画でもちょっと紹介させてもらったんですけど、ノマドスカルプっていう 3D のアプリがあります。これいいっすよね。これ可愛いですよね。可愛いこれ。でこういうキャラクターとかを立体的にできるみたいな感じなんですけど、本当に粘土みたいな感じで、これをねギュッてやると伸びていくみたいな感じで、1個猫を作ってくれたんですよ。ちょっと僕のインスピレーションがどうしても収まらなかったんで作らせていただいたんですけど、これ改めて見ても面白い。何人なる顔してるそうこれ立体ってやっぱ平面じゃないからこう突き出していかなきゃいけないんですけど、これ横から見た時に真平面みたいなそうよくよもない。いやでもこれが平岡流ですからね。ブレンダーとか PC だったらブレンダーとかね、よく使ってる人いますけれども、まあそんな感じで使えるから、結構ちゃんとできんだね、いろいろ。こうやってやったりとか。さっきそのテクニック教えてくれへんかったからさ、あの猫になってたんだよ俺これしか教えてもらってないから、このツールしかさっき教えなかったんですけどほらいや、そういうのずるいわそれ。そういうの立体できるやん。それ知らん、聞いてないコピペみたいなやつ。コピペそれ全然教えてくれなかったよさっきさ粘土ツールでなんとかしろ感すごかったよさっき。俺の時へっこませるか膨らませるしかなかったからさ猫っていうのはね、顔がこう出てるの。ちょっと狐っぽい感じ。そうみたいな。ちょっとでも動物とか人間でもそうなんですけど、少しはこう顔が前に出るんですよ。なるほど。こんな感じですね。で耳を描くときはブラシでさっきやってたのはこうやって膨らましてたんですよ。で耳はへこんでるんです。こうです。なるほど。こうです。目は合ってるよ俺。目は膨らま一番俺のポイントがヒゲだから。ヒゲやったっけ？ヒゲに一番時間かけたから、さっきの作品ほら。ヒゲ。ここにめっちゃ時間かけてて。これちょっとじゃあペイントしてもらっていいですか？これめっちゃ簡単やから。着色？こうやってやって、でちょっと一回やってほしい。オッケーです。口は上から最後脱ぐとして、ちょっと一回自由に。一旦ね。ベタ塗りしてからシャドウ入れなかったな。最初に色塗って影つけてハイライトですね。でもこれはね 3D アプリだから勝手に影と光そっかでも 3D を表現できひんその陰影を俺はつけたい。それはねへこましてつけるのほっぺがへこましたら影ができるからさ。こういうとこよく観察じゃん。観察から始まるから。こういうの良き芸術家は良き観察者である。命を吹き込む。あいつらは黒いね。俺犬飼ってたから知ってんねん。そうなの。犬飼ってたこんなぐらいの色で。そうでちょっとこれは下ペロンだから下ペロンだからここの下の色結構リアルじゃないまあ愛嬌あるやん。なんでさ、ここのさフロントしか塗らへんのいやここしかなんで塗らへん。立体だからさ後ろも塗らないとさ二面性を表現しました。人間表と裏があると。裏の顔はどんなかわからないって意味であえて着色をしたいと。あなたがには見える。最後じゃあ、ちょっと小ネタみたいな。小ネタぜひ。小ネタじゃなくても最後に一個大技でも、プラスアルファ的なやつね。最後
実際そこまで使えてないけどこれは iPad と結構可能性ありそうだなっていうのをアプリ紹介します。それがですね、ポリーカムっていうアプリなんですけど、知らない。これは、iPad の背面のライダーセンサー、あれ使うんですよ。でこれ 3D の空間を認識してくれて、キャプチャーでこうやって撮るともう自動でこうやってこの空間を 3D 認識してくれるんですよね。ですぐに図面を作ってくれるんですよ。こうやってこれすごい。上の空間もじゃあここの家をスキそうャンして、この家をすぐスキャンして、でこれ普通に意外と引っ越しとかでも使えるんですよね。確かに。でこれやってる時にもう全部ここ何センチとかも測ってくれるんですよ iPad が。だから何センチのソファー置けんなとか、そういったものも結構高精度で出てくるんですよ。これ紹介した？これねまだ紹介してないです。まだ紹介してない。家とかで紹介しづらいじゃないですか、自分の家とかだったら。確かに 3D じゃあデータになるってことか。そう 3D データじゃあこれさ 3D データになるってことはさっきのノマドスカルプにインポートしたらさ絶対いけると思う。いけるね。すごい。もうすぐ終わりますんでね。アミティ先生今 3D スキャン中です。おお。でもこんな感じで、これアミティ先生でしょ。ほら。本当だ。すごい。これアミティ先生だ。そこアミティ先生の置物。内見行ってこうすればいいんだ。そう。このアプリはライダーセンサーっていつ使うのって時に意外と使えるってことが分かったのがこのアプリです。なるほど。使えそうですね。そう、本当にこれいいですよ。これから引っ越し。僕もこれ引っ越す前はこれでバーッと撮ってないけん 3D 映像ですけど、後で処理すればこういう写真にもなるんですよ。色もちゃんと情報取ってるんだ。そう、色も出てくるからこんな部屋だったねってのをいくつか見るときに参考にしやすいと。ここからここまでが 1.7 メートルともうパッと分かるんで、これめっちゃ正確なんですよね。そうなんだ。へー。大体合ってます。すごい。最後、アミティ先生のめちゃくちゃ小ネタです。皆さんここの電源ボタン3回トリプルクリックしたことありますか？ないな。ない。多分普通にやってもならないんですよ。何もならない。これ私設定してて、ホームボタンをこうポチポチポチってやると白黒になります。でこれは私は白黒にするっていう設定をしてます。なるほど。これのショートカットの割り当てをすることができて、設定のアクセシビリティの一番下、ショートカットっていうのがあります。で、ここを割り当てることができるんですよ。3回トリプルクリックをした時になんか使えるの。バックグラウンド再生とかもできるし、私が白黒にする理由は絵を描くので、絵を描く時に色情報をなくしたい時があるんです。なるほど。色情報をなくした時に濃さ、赤、緑、青ってあったとするでしょ。でもこの色の明るさが全部一緒だったらあんまりいい絵にならないんです。赤、緑、青でも濃い赤と薄い緑と中間ぐらいの青っていうのが3色いい感じのバランスで入ってるとすごい締まったいい絵になるんですけど、色が入っちゃうとその色情報もあるから判断しにくくなる。そうそうで、それをこれでもいい絵ですよね。そうコントラストが一見濃く見える。確かに分かんないわ。ビビッドだから、だけどこれの濃淡が全部同じだとあんまりこうパキッとしないんですよね。でこの時に3回押すの、そしたらこれ出てくるから、じゃあ白い部分もあって濃い部分もあって、いい感じだなっていう判断をしたりしますね。この白黒だけじゃなくていろんな機能をさっきのところから割り当てられると。そう。でもなんかうまく活用するのちょっと今難しそうな感じしますよ。ここで見るとね。アクセスガイド。そこは触れなくなるってこと？固定するの。でもこれは確かにいいじゃん。そのイベントとかに置いとく iPad で。そう。へえ、なるほどね。そういう気にもあるんだ。さすが。早い。なるほどって思った。そう固定できるから。私らで言うと、なんか SNS の写真撮りたい時とかになんかこうしてる時に手が上がってこう動いちゃうとかあるでしょ。めっちゃある。だから固定するのとカラーフィルターとバックグラウンド再生とか3つ入れといて、で3回押したらなんか選べるみたいな感じにするのは結構裏技で。でも絵を描く人にはすごい良さそう。いいと思います。はい、アクセシビリティ機能でございました。どうだった？いやでもやっぱおのおの結構やっぱやってることが違うじゃないですか。多分同じことやってたら、ここまでいい話じゃなかったと思ってて、なんかそれはお互い YouTuber で被らないからいいですよね。そうそれもいい。同じことやってるとさ、なんかさ被るの、あいつさみたいな、俺のとこパクってんちゃうぞみたいななっちゃうけどさチャンネル登録も
抜かれましたから。いや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 、ね、でもこっからが結構うちらの勝負みたいな。マジで最近辛いっすよね本当。これでもね、もう一個ちょっとフリートークでそれしたいと思ってるんで。そうだね、そうちょっとこれからのこの iPadYouTuber、そうね、大丈夫なのかみたたいなね。はい、平岡くんの方でやっていきますので、よろしくお願いします。はい、ということで今日はこんな感じで終わりです。バイバーイ。最後崖から突き落といた感じで終わっちゃった。